そうは言っても経済、軍事両面の成長も必要。難しいところだな。国を守ることは大切な人を守ることでもある。考えても始まらないか。もうこんな時間か。そろそろ休まないと。初手から自堕落な生活をしてはいけないしね。おやすみ。慣れない枕で寝られるかな。ヤギ節だ。じゃあここは桃木村？今は祭りの夜なんだろうか。
あの夢か。最近見てなかったから忘れてた。だとすると、この刀も。今の私にわかるわけがないか。さすがテイトは朝の目覚ましの音もにぎにぎしいな。せめて今日くらいお見送りしようと思っていたのに。へえ、やっぱり洋食なんだ。
ただきます。箸を使ったら楽に食べられそうだけど。確か外側から使うんだったっけ？ごちそうさまでした。何か歯ごたえがしっかりしていて、お醤油の香りがするもの。よし、出かけてみよう。昼は昼で活気に満ちていていいけど、夜に歩けばさぞかし綺麗だろうな。ここでなら見ないで済むかもしれない。まずは門前通りから行ってみようか。
学生さん、ちょっと寄ってらっしゃいませよ。いえ、急ぎますので、すみません。本当にやってきたんだ。たくさんあるな。どれがいいだろう。え？黒？とりあえず手紙は青の便箋にして、黒は使わず贈り物にしようか。困ったな。この隙間から。ダメか。見えない。あった。
そういえばここは金つばも名物だって。金つばか。金つば。いやいや、初志貫徹。醤油せんべいください。2枚。いただきます。うん。え？今のは何だ？鉄砲か？雷か？おい、あんた、大丈夫か？今のでどっか怪我しちゃいねえか？いえ、今のはせんべい。は？せんべい？はい。袋の上から叩いて割って。なんだ、そうか。すげえ音だったんでびっくりしちまったぜ。本当にすみませんでした。ご心配までおかけして。まあいいさ。どっかの軍人が鉄砲でもぶっ放したのかと思ったが、とんだ早合点だったな。おとなしそうな顔に似合わず、物騒なもん持ってんな。一体あんた、私は柊恭一郎と言います。進学のため上京してきたばかりなのですが、人の多さも忘れて旗迷惑なことをしてしまいました。柊恭一郎か。俺のことは美咲って呼んでくれ。
学生さんか。だったら対等してるのはますます妙だな。陸軍学校に入るわけでもないだろう？ええ、違います。これは、古くから実家に伝わるもので、もちろん、対等許可証もいただいています。そうか、安心したぜ。今時の軍人なんかろくなもんじゃねえからな。で、一家代々ってその刀、どんな事情で持ち歩いてる？美咲さんは、この刀について何かご存知なのですか？ああ、いやいや、初耳だぜ。つまりは、親父様の言いつけを守って対等してるわけだな。で、お前さんにとってその刀はどうだい？馴染むかい？